鉄筋工房へようこそおいでくださいました。今回は何年か前に手作りした型取りゲージをご紹介します。型取りゲージって何？って思っている方にちょこっとだけ説明しますね。これは結構昔から販売されている定番の品で結構なお値段がします。最近ではプラスチック製のゲージがお手頃価格で販売されています。使い方は図で示したように複雑な形をした場所に合わせて型を取ることでカーペットや自作家具などをぴったりと合わせることができます。一つあればとても便利な道具ですが、当時はとても高価だったので自作しました。正直、出番は非常に少ないので、購入しようと思っている方は、安いもので十分だし、手作りでもいいかもしれません。今回、数年ぶりに出番が来そうなので、材料や構造を簡単にご紹介しますね。まずは、ゲージ押さえ。蝶ネジ2本で留めています。これは、何かの家具をばらした時に、捨てないで保管していたステンレス製のアングル。薄いけど結構硬いです。アルミ製の、この字アングルを使ってもいいかもしれません。アングルの下には、スポンジ状のクッションを敷いています。いい感じに滑り、いい感じに保持されます。実はこれ、ウレタン製の、バスマットです。いろいろ重宝するので、鉄筋、お気に入りの材料です。さあ、一番重要な、ゲージ部分です。この材料、何かわかりますか？正解は、太さ1ミリの、アルミ針金です。最初、ステンレスの針金でテストしましたが、まっすぐな棒にならないんですよね。アルミも曲がってますが、これを使えば一直線になります。これ、100均の、クリスタルオブジェ。こんな風に、グリグリすると、一直線になります。ステンレス針金や、ピアノ線では、こうはなりません。アルミの欠点は、強度が弱く、すぐに、ぐね、と曲がってしまうこと。細くて、硬くて、安くて、大量の金属棒って、なかなか見つからないのよね。竹串や割り箸を使って、自作している方がいるので、これから、作ってみようと思う方は、そちらも参考にされると良いかもしれません。長さはちょうど10センチ。1袋分、12メートル切断し、120本作りました。ようやるわ。土台は、工作用のヒノキ材、両サイドに、厚さ1ミリのプラスチック板を、ガイドとして貼り付けています。以上が、構造と材質のご紹介でした。さて、元に戻します。アルミ針金は、とても柔らかいので、ちょっと変な力が加わると、ぐねっと曲がってしまいます。絹ごし豆腐を扱うかのごとく、優しく扱います。はい、無事に復活しました。それでは最後に、型取りをしてみますね。まずは、ペンチの側面。バッチリ輪郭が取れます。戻すのも簡単。次は、ちょっと複雑な、ヤスリの取っ手。面白い形。最後は、電動ミニドライバー。さっきから、全然、意味がないものをかたどっていますね。ご丁寧に、保管ケースまで作ってました。6年ぶりに開閉しました。いかがでしたか？型取りゲージって、実際に使ってみると、感動するくらい便利ですが、使用頻度は低いです。おそらく、この動画の再生頻度も低いでしょう。ご覧いただいたあなたには、感謝です。これに懲りずに、また来てね。